2本ミシンがかかったらここ切ってこうくるっとひっくり返していくんだけど、ここ真ん中ハサミで切ってもいいんですけど、私はこののみが結構便利なので、最初のねハサミが入るぐらいまでのみで穴を開けてます。すっぱりきれいに切れるのでね。でどこまで切るかです。だいたいこのボタンホールの端からこれぐらいかな。目分量でいいんだけど 5mm から 7mm ぐらい、ここのサイズにもよるんで適宜変えていいんだけど、こういう感じで矢羽型に切り込みを入れてきます。でこの端角に向かってだいたい45度ぐらいで入っていってください。あんまりこう角度がこう急激にどっちかに寄っちゃうと多分あんまり綺麗にいかないと思うんで、一番安定しているのはやっぱり45度ぐらい左右均等な感じになるように、角度をつけていきます。でここの角をギリギリまで切ります。織りの粗い生地とか薄い生地だったら繊維2本ぐらい手前まで切って、あとはやめといた方がいいと思います。で厚手の生地、中肉くらいから少し厚手の生地の場合は結構ギリギリまでいった方がいいです。こう厚いとね、ひっくり返した時に角丸くなりやすいんですよね。でここギリギリまで本当にキワキワまでいっちゃうとミシンで縫ったこの2本のこの端ごとね、これまで切っちゃうので、そうするとペロッてこの玉縁がベロって取れちゃうから、それだけは気をつけましょう。でハサミを入れる時は表から入れた方がいいです。表から裏でもいいんだけど、表の方が縫い終わりの位置分かりやすいと思うな。この表から玉縁をこうめくって、でそうするとここですね、実際の縫い終わりの位置が分かるわけ。このガイドにしたこの線に惑わされずに、こっちの縫い止まり、実際の縫い止まりの位置、ここを目指してハサミで一気に切ります。チョキンチョキンチョキンじゃなくて一気に切る。見えない。こんな感じね。一気に切るの多分だいぶ度胸がいると思うんだけど、これ綺麗に仕上げるコツです。チョキチョキチョキと切っていくとあんまり綺麗にいかないんですよね。そうするとこんな感じですね。裏から見るとこんな感じ、表から見るとこんな感じ。矢羽型に切り込みが入ってますので、これをこう裏にこう引き出します。よいしょ、こんな感じね。そうするとよいしょ、こんな感じですね。玉縁出来上がってます。この時点でこの4つ角出てない場合はこの後綺麗になることはないです。ここでひっくり返した時に綺麗になってること。この玉縁の幅とここの角に関しては、ここが最終地点だと思ってください。で角が綺麗にいかないのはやっぱり切り込みの入れ方なんですよね。切り込みの入れ方が
ちょっとビビって手前まででやめちゃうと、ここの角は丸くなります。ただ思い切って入れちゃうと、ここの地縫いの糸切っちゃうので、そうするともう修復不可能になっちゃうから、ここはね、ここが一番練習が必要なとこだと思うんですけど、もう練習よりも先にとにかく切れるハサミ用意してください。切れるハサミ、小バサミでもいいし、厚手の生地だと立ちバサミじゃないと切れないんだけど、何でもいいので切れる刃物用意してください。じゃないと絶対にうまくいかないです。一発でここまで切れるやつ、これ条件です。こういうところは道具に少しこだわった方がいいかなと思います。立ちバサミ、先の太い立ちバサミ使ってる人は多分切りにくいと思うんだよね。本当は立ちバサミの方がいいんですね。切れ味がいいので、立ちバサミで端っこまで、角の端っこまでスパッと一気に切りたいんだけど、この立ちバサミの先、ここ太いのを使ってる人いるでしょ。そうすると多分先端が見えないだと思うので、そういう人は小バサミでいいので、小バサミの新しいのできれば用意してほしいんです。安いのでいいので、新しいやつで、今小バサミこれみたいなやつ200円とかで売ってるので、できれば切れ味のいいやつ用意してください。で、私はよく小バサミの方が使うので、小バサミは5つぐらい常備してます。で、切れ味悪くなったらどんどん変えていくっていう感じで使ってます。ここをひっくり返したら、ここの口が開かないようにここに千鳥分けをしておきましょう。口が開かなきゃいいので、ざっくりでいいですから。こんな感じですね。で、これは一旦アイロンで落ち着かせます。アイロンかけるときは、ここの、ボタンホールの口がちゃんと閉じてるかどうか確認して、で、ここですね、このミシンかけたところ、ひっくり返したところ、この縫い目の際、ここに起線がかからないように、こうぐっとちょっと広げて、で、玉縁の幅が均等に出るように整えながら当て布をしてアイロン。今度はここの両脇ですね。この両脇ね、こうペロッとめくると三角の布があります。ここをこう縫って固定します。この両サイド、ここスカスカなんです。ここをこの中で縫い留めます。で、その時にこの身ごろをペロッとめくって、でこの三角の布の下に向けてやると、一番最初に入れたガイドのこのミシンあるでしょ。これ基準にしてやります。ここ基準に折ります。で、ここにもちょっとほどけてなければ、ここにもミシンが残ってるはずなので、このミシンの位置を縫っていく。この時にね、この玉縁布、ここ縫ってるうちにこうピューって離れちゃうような時は、ここあらかじめこうしつけでかがっといて固定してやるといいかもしれない。3回ぐらい返し縫いをして糸切り、こんな感じ。この線でこう一直線に横並びになるように、
このライン上をこのミシンが通ってやる。そうすると綺麗に縫えてれば、だいたいねこの裏から見た時、このしっかり裏から見た時にミシンが綺麗な四角になります。これ1本ずつ全部別々にバラバラに縫ってるんだけど、ここが綺麗に四角形になっていれば、だいたい OK かなと。見返しをつけていきます。で見返しちっちゃく用意しました。で見返しは一番最後ですね。一番最後に身ごろと見返し縫ってひっくり返した状態だとこういう風にかぶってくるでしょ。でこの状態で全部仕上げます。見返しは、この裏のここを気にせずに全部仕上げて、一番最後の段階で、玉縁の穴を全部、玉縁ホールの穴を全部開けるような形になりますね。しつけで固定しておきます。こういうのがね面倒なんだよね。で省略するでしょう。後でやっときゃよかったなって思うんだよね。いや分かっちゃいるんだけどさ、ついついね。でこの四隅をこっちに移します。待ち針を角にまっすぐ立てます。もう一つも垂直に立ててください。曲がらないようにね。でそのまま裏に、こういう感じ。これでチャコで印をつけます。カリッカリに研いだチャコだと鉛筆より線が細いので、できればこう細いチャコでこんな感じ。今どこにホールがあるか見やすくするために、ここですね。ここがホールの位置です。こうやって裏に移せました。で、これを今度はここを矢羽に切っていきます。でさっきとちょっと注意点が違ってて、まずですね、このしつけを外しましょう。そしたらしつけを外したら、こういう状態ね。この玉縁の間からメスを入れて、カッターとかでもいいんだけどね、ハサミで切っても別にいいです。真ん中に切り込みを入れます。メスで切りました。ここの角に向かって矢羽に切り込みを入れていくんだけど、さっきはすっかり角に向かって切っていったけど、今度はね、この玉縁の端から5ミリから7ミリっていうのは変わらないです。だいたい同じくらいで、そこからこれがだいたい45度で、角ギリギリじゃなくて、角度上に向かってこう角度クッと変えていきます。1ミリまでいかないだいたい繊維 1,2 本 0.5 ミリとかザクっていきます。これも一気にいってください。ずらしてざっくりいきます。さて、あとこれはね、内側に折り込んでまつっていくだけです。で、角ほつれるので、ほつれやすい生地を使ってる人はこの時点で、切り込み入れる前でもいいんですけど、この角のところにちょっとだけほつれ止め、ピケとかのほつれ止めをちょこっと乗っけてやるとほつれにくくなります。ただ厚い生地とか硬い生地だとどんどん生地硬くなっていっちゃうので、
そこは適宜見分けてください。で、まつり始めるとき角からでもいいんですけど、真ん中からいった方がいいような気します。最初に角いじっちゃうとね、ほつれやすくなっちゃうんですよね。でこの一番最初の2本のミシンの際、ここをガイドにして、この際ギリギリまで折り込みます。そしたら玉結びにで、これでまつっていきましょう。まつるときはこの地縫いのミシンを必ずすくってください。で、こっち側の見返し布もすくって、これきっちりすくってくださいね。これで起点ができたので、あとはこう折り込みながらまつっていきます。最初に全部折り込んでしつけとかピン打ちとかしてもね、なんかあんまりね綺麗にいかないんだよね。なのでこれはこういう細かいところはこう折り込みながらまつっていく。少しまつったらまたちょっと折り込んでっていう、そういうやり方の方が多分綺麗だと思うので。私はピンセット結構使うんですけど、ピンセットをこういうところ折り込むのに結構ね便利なんだよね。はい、角付近まで来ました。この三角布を内側にこうピッと折り込んで、でこの角がどんどんいじってるとどんどんほつれて、どんどんベロベロと縫い代ほつれてピッピッって出てきちゃうんでね、ここは手早くで、このすっかり角の位置はこう糸まつり糸を少しね長めに出してあげる。ここの角のところだけは糸足ちょっとこう長く出してやってかがるようにすると、ここの角も綺麗に出やすいし、糸のほつれも中に一緒に引き込みやすいので、他のところはこうできるだけ見えないようにかがった方がいいんだけど、この角だけはねちょっと長めにまつるといいと思います。反対側の角に来たらまた同じように。ツイードなんか結構当たりが出にくいのでね、スーツとかそういうのには、コートとかには縫いやすい生地なんだけど、この玉縁のボタンホールに限って言えば、折り糸1本ほつれると結構ダメージ大きいので、ざっくり折られた生地っていうのは意外と玉縁には向いてないっていう言い方はおかしいんだけど、縫いづらい、こうほつれてきた時のダメージがね大きいんですよね。なのでほつれを防ぐにはやっぱり最初の段階できっちり接着芯を
貼るっていうこと。あとはあんまりいじらずに、もうとにかく手早く丁寧に手早く仕上げること。何度も何度も何度も折り直したりとか、そういうのできるだけ避けるように、こう折り込むのも、こういうとこ折り込むのもできるだけこう1回でこうグッと折り込んでやるように意識した方がいいですね。で、さっき切り込みを入れた時に、この角に向かって切り込みを入れた時に、角よりも少しこう内側に向かって切り込み入ってるので、この横の三角布をこう折り込むと、こっちの長辺折り込んだ時に少しこう内側に寄り気味になってくるんですね。なのでここは祭りながらこう少しグッと下げて、こう少し深めにこう折り込んでやるようにすると、角もほつれにくいし、綺麗に角出ます。こんな感じです。こっち表で、こっち裏が手祭りした方ですね。で、あとはアイロンで整えれば OK です。ちょっとこれだいぶ盛り上がってるので、これぐらいがもう厚さ的にはギリギリかな。この縫い方はね、結構こう裏側が盛り上がってくるんですよね。で、表側もここを結構モリッとするので、薄地から中肉ぐらいまでがこの縫い方では限界だと思っていただければと思います。